今回はプレ版限定イフリートナハトを作ってみたいと思います。箱は紫色を基調にイフリートナハトの写真と白色で文字が書かれています。箱の横には型式番号とガンダム戦記の説明が書いてあります。縦側は表紙にあった写真と白色の文字です。こちらのサイドは型式番号と注意書きです。縦側は先ほどと同じです。蓋を開けて中身を確認してみます。5袋と取扱説明書が入っています。プレ版ではよくある白黒の説明書です。冊子ではなく1枚の紙を折りたたんだものになります。ポリキャップを入れて旧のパーツとシールなのであまり高くはならないです。パーツを確認してみます。A パーツは多色成形のパーツです。パープルとブラックとグレーの外装パーツになります。B1 はパープルで外装パーツになります。イフリートナハトでは使わないパーツがかなり多くあります。B2 もパープルでほとんどのパーツが使わないです。C1 はグレーで内部フレームなどのパーツです。イフリートのものになります。C2 も先ほどと同じようなグレーのパーツです。D1 は頭部や胸部のパイプのパーツです。E1 はパープルの外装パーツです。イフリートナハト用になります。コールドクナインもあります。E2 は先ほどと同じようなパーツです。ショルダーアーマーのパーツもあります。ポリキャップは002番です。シールはかなり少なくなっています。可動域です。頭部は上下に少しだけ動き、少し回しづらいですが、一周回すことができます。物合いを動かす場合には、頭部の外装パーツを外します。レバーがあるので左右に動かします。左右ともくぼんでいる部分ぐらいまでしか動かないです。今回は中央に戻して外装パーツをはめます。腕の付け根部分は前後に少しだけ動きます。引き出すことができ、引き出すと可動域はかなり大きくなります。腕はショルダーアーマーが当たるまで上がります。ショルダーアーマーは上下に動きます。横側のカバーも上下に動きます。上腕が一周回ります。肘は二重関節になっているので、ショルダーアーマーに当たるまで曲がります。ハンドパーツはボールジョイントなので自在に動きます。腰の部分は前後と左右に少しだけ動きます。干渉するので少ししか回すことはできないです。フロントアーマーは手前側に大きく動かすことができますが、横側にはほとんど動かないです。サイドアーマーは外側に少しだけ動かすことができます。リアアーマーは固定されているので動かないです。足の付け根の部分は少しだけ左右に動かすことができます。太ももの部分が一周回ります。足は前方には90度まで上がらないです。外側と後ろ側は干渉するので少ししか動かないです。膝の部分は二重関節になっているので干渉するまで曲がります。つま先やかかとは動かないですが、前後左右と少し回転させることができます。太ももの外側のアーマーはボールジョイントなので結構自在に動きます。コールドクナイをマウントしている部分は回すことができます。サイドアーマーの部分も同じように回すことができます。コールドクナイを手に持たせてみます。グリップ部分をハンドパーツに通して指のパーツをはめます。腕に取り付ければコールドクナイを持たせた状態の完成です。小さい武器なので保持力はあります。両手に持たせることもできます。コールドクナイのマウント方法は刃の近くの部分をはめます。それ以外の部分だとはまらないです。コールドブレードを鞘から抜いてハンドパーツに通します。振ってみても動かないので保持力はあります。もう片方にコールドクナイを持たせてみました。コールドブレードは左右に収まるようになっています。塗装をする場合、きつくなるので注意が必要です。自分の場合は頭身と左右の内側を少し削りました。コールドブレードは背中にマウントすることができます。左腕に内蔵式3連装カトリングガンを装備することができます。突起部分にコテの穴をはめます。このキットの感想です。パーツ数は結構あるのですが、使わないパーツが非常に多いので作るのに時間はかからないです。スラスター部分の黄色がシールなどでもないので、気になる方は塗装が必要になります。コールドブレードもパープルになっているので塗装してやる必要があります。コールドクナイは間違って塗ってしまったのでシルバーになっています。可動域も問題なく作りやすいキットになっています。プレ版限定なので少し購入しにくいのが難点です。ご視聴ありがとうございました。
次回の動画もお楽しみに。